アッサラームアライクン。何もないところからは何も生まれない。しかも秩序が見られるところには背後に高い知性がありそうだということを前回お話ししました。今日は宇宙に思いを巡らせましょう。地球は24時間に1回自転しています。地球の自転がもっとゆっくりだと1日の長さは24時間ではなく30年、40年にもなります。その場合、何が起きるでしょうか。地球表面のある部分はその時間だけ太陽光にさらされ続け、もう一方は暗闇の中にあり続けます。つまり、地球の片面では極端に高温になり、また逆の面では極端に低温になります。わずかに太陽に近かったり遠かったりするだけで、地表が暑すぎたり寒すぎたりします。あるいは大気中のガスの組成、酸素、二酸化炭素、窒素の配合が正確ではなかったり、太陽からの有害な放射線を遮断するオゾンがなかったり、こうした条件が最適でなければ生命が存在し得たとは考えにくいのです。重力についても考えてみましょう。数十億年前のビッグバンの後、宇宙の物質は無秩序に分布していました。ただ暗い宇宙の空間に原子が浮かんでいるだけでした。宇宙が膨張し始めると、重力が原子を優しく引っ張り、塊になって星や銀河になったと言われています。ここで重要なのは、重力の力がちょうどいいということです。重力がもう少し弱ければ、原子は銀河や星、惑星に集まることはなかったでしょう。逆に重力がもう少し強ければ、原子は一つの質量に引き寄せられるだけだったでしょう。重力の強さは星が形成されるのにちょうどいい強さでなければなりません。またビッグバンの後に宇宙の膨張が早すぎたら、そこにある物質は拡散し、星や銀河にまとまることはなかったでしょう。逆にもし膨張が遅すぎたら、すべての物質はブラックホールに引き込まれて、宇宙は崩壊していたでしょう。つまり膨張率も宇宙空間の密度もちょうど良かったから現在の宇宙が存在しているのです。では何がちょうどいいのでしょうか。あなたの体重が10億分の1グラム重いか軽いかを想像してみてください。そんなわずかなことと思いますか？いいえ。このわずかな違いを宇宙に当てはめると、銀河、星、惑星やそこに住む生命の存在が左右されるぐらいの大きな違いをもたらすものなのです。数キログラムのダイエットは簡単なように思えますけど、実際はどうでしょう。健康のためにほんの少し体重を減らすことができない。よくありますね。けれども宇宙は偶然生命にとって最適な条件に自分を整えることができるというのでしょうか。このように宇宙を支配する法則は非常に微調整されており、それぐらいの微調整がなければ生命は存在し得ないことを科学は示唆しています。宇宙と生命は意図を持った存在による知的設計の結果であると結論付ける方がはるかに合理的ではないでしょうか。